近くて遠い、そんなプロ。やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、KZ の AS16 のアップデート版、AS16 Pro。KZ は低価格、マルチドライバで2010年代から現在まで、中華低価格市場で大暴れしているブランドだ。最近は1ダイナミックドライバの洗練に集中していて、マルチドライバのイヤホンがとんと発売されない状況が続いてたんだけど、ここに来て、突然のアップデート版の登場だな。実際、12ドライバまで揃った KZ のフル BA イヤホンは、すでにラインナップが完全に満たされてるので、こういった過去のイヤホンのアップデート版は、賢い新商品なのかもしれない。AS16 は、2019年に発売されたイヤホン。そこから4年の蓄積を経て発売された本機の最大の見た目的違いは、フェイスプレートとケーブルの変更だ。フェイスプレートは、反射材様のカットが内面に施されたもので、金属プレートと組み合わされると、意外にも新しい質感で悪くない。EDS や ESX などでも使われている、プラと金属の組み合わさったフェイスプレートは、他とは差別化されたデザインで悪くないな。ベースとなった AS16 より好ましく感じるぞ。AS16 は重量のある分厚い亜鉛合金製のフェイスプレートのせいで重量がかさみ、これが装着感の好みを分ける癖の要因になってたんだけど、AS16 Pro はこの重量物が減ったおかげで、だいぶ装着が軽くなった。付属のケーブルも新型のものに変更されてるから、地味に感じる要素なんだけど、長時間装着しているとじわじわと効いてくる。ただ、本体内部のブラケットの素材が AS16 仕様のまんまだったのは、ちょっとだけがっかり。この部分、見た目がよろしくないということで、12BA の KZ 系フラグシップ、AST では、クリアな素材に変更されてたんだけど、地味に内部の配置とか変更されてるのに、AS16 Pro の素材は、AS16 と同様の乳白色不透明なもののままだ。耳に入れちゃえば見えなくなるんだけどな。AS16 は、本体内部に 3D プリンタ製のブラケットが収まり、そこに BA 群が収まる設計をしてる。このブラケット部分とフェイスプレートを変更することで、AS10、AS6、AS12、AS16 が発売されてたんだけど、今回のブラケット内部に収まっている BA は、AS16 と同じなんだけど、実はこっそり、ブラケットの設計が変わってる。以前の AS16 では、低音量の一番大きな BA ユニットが、トランプの手札を持つようにずれて配置されていて、今回の AS16 Pro は、きちんと並んで配置されている。これは、内部の導管のレイアウトがちょっとでも変わった、ということで、高級モデルの話になっちゃうけど、C オーディオブレイブリーという 4BA イヤホンが、シェルの形状変更と、それに伴う配置変更で、サブベースの質感がかなり変化したような現象が期待できそう。また、フィルターも変化してて、AS16 では特殊形状の金属プレートフィルターだったんだけど、AS16 Pro は金属のメッシュ状フィルターに変更されてるな。これも地味ながら音色に影響する要素なので、AS16 と AS16 Pro は、単純な品質アップ版ではない、ということだ。また、付属のケーブルが、純銅ケーブルから銀メッキケーブルに変更になったことも、初期状態の音色に違いを生み出しそう。でもイヤピは以前のものと同じだったぞ。内装部分を見てみようか。BA の型番は変わらないものの、塗装変更など、新規製造された BA に変わってる。実は、この BA の製造時期がかなり重要で、中華製造の BA ドライバーって、2020年くらいに一気に品質が上がった印象がある。まだ製造が開始されてから時間が経っておらず、高音域が刺さるような粗さの残っていたドライバーが、この時期に一応の完成をした。といった感じ。ただ、AS16 は、チューニングと数の暴力で、この刺さりや粗さを緩和できてたんだけど、先日、ケーブルによっては暴れることが判明した。それでも、AS16 は面白いイヤホンなのには違いないんだけど、このじゃじゃ馬要素がなくなってれば、AS16 Pro を新規に発売した価値はあると思うんだよな。というわけで音質について。ちゃんと KZ 臭くなってる。AS16 が KZ っぽく感じなくて残念に思った人には、最高の言葉なんじゃないかな。AS16 Pro は、AS16 同様、二重に配置された、低音域 BA による、音の骨太さを持っている。それでいて、AS16 に不足していた高音域の爽快感、より広がる空間、そして、ダイナミック型ドライバーを低音域に割り当てた、ハイブリッド型ほどではないものの、より力強いサブベースを持つ。つまり、AS16 に KZ っぽいカラーを持たせられたらこんな音になるだろうな、という音字で走ってる。AS6 や AS10 は発売時にはかなり持ち上げられたんだけど、発売当時の AS6 を、そのまま重量級の構成にしたらこんな音になるだろうな、という仕上がりに、2022年水準の完成度を添えた、KZ 系愛好者に満足度の高い一本だ。微妙な差かもしれないけど、これが欲しかったんだよこれが。
最近発売された BA モデルが軒並み改善してたので、その流れでアップデートされて実に嬉しい限り。AS16 Pro の AS16 との音質の違いは、見通しの良くなった高音域。エネルギッシュな中音域と低音域はそのままに、KZ 系としては控えめだったサブベースにも、適量の追加が施されたところ、高音域の見通しが良くなったことにより、音の空間表現に広がりが出て、AS16 のみっちみちに音が詰まってる感じからは離れたけど、それでも、KZ 系の中ではかなり近い場所で音が鳴っていて、それでいて、気になっていた部屋の狭さのような反響感が減った印象だな。全体的に、AS16 のウォームより、密度の高い、混ざり合うようなサウンドから、AS16 らしさを残しつつ、KZ の美味しいところをしっかりと取り入れたバランスになってる。これは初期状態の評価で、取り回しのしやすい安価な銀メッキバランス線あたりを組み合わせてあげても面白そうな仕上がりだ。AS16 以外の、同クラスの KZ 製 BA イヤホン、TRN 製イヤホンと比較しよう。今回引っ張り出したのは、CCA-CS16、KZ-AST、CCA-CA10、KZ-AS12、そして、TRN-BA8 だ。CCA-C16 は、KZ-AS16 の旧モデルに音が近く、CCA-CA24 は、KZ-AST に音が近いので、それらのモデルを持ってる人はそっちを参考にしてくれ。さて、まずは兄弟機の旧モデル、AS12 から。AS12 は AS16 の廉価版とも言えるポジションで、高音域用 BA が複合 BA2 台から、単発の BA2 発に変更され、片側 6BA に削減されたモデルだ。旧モデルの AS16 と比較すると、AS12 の方が高音域に多少メリハリがあったんだけど、その分、粗さも浮く仕上がりだった。AS16 Pro は、AS16 無印と一緒に、AS12 も飲み込んじゃうモデルと思っていいだろう。高音域がくっきりしたので、より汎用性が高まった。あえてそのあたりをソフトにしたい用途なら、今後も活躍するだろうけど、AS16 Pro の方をおすすめしたいな。次に比較するのが、AS16 よりドライバ数の多い、AST。ただ、AST は、AS16 の単純な上位機種というわけじゃなくて、低音量ドライバーを一発に減らし、その分、高音域と中音域に BA をモリモリにしたイヤホンなんだ。AST は高音域から中高音域を分厚く鳴らすイヤホンなんだけど、低音域の方は、AS16 系のような厚みはない。低音域もしっかり鳴らしたい人には、AS16 Pro の方が優位に思える。加えて、高音域側の完成度も増しているので、AST とは全く異なるイヤホンとして検討してみるのがいいと思うぞ。続いて、CS16。こちらは AST に近い、低音側が 1BA で、AS16 Pro に近い、8BA の構成を持つイヤホンだ。CS16 は高音の刺さるか刺さらないか、ギリギリを攻めたようなイヤホンで、攻撃的な高音ながら、以前のような粗さのない、という、個人的にお気に入りのイヤホン。AS16 Pro は全体的により中音域以下の方にもパワフルさがあって、重点を置いている聞かせたいポイントが違うように思える。8BA の重厚感を味わいたいなら、AS16 Pro が、小高性の BA ドライバのようにも聞こえるけど、ギラギラするような高音が聞きたい人には CS16 がおすすめだな。ちなみに、CS16 と同じく、CCA の新世代を BA モデル、CA10 は、CS16 をそのまま優しくしたような、軽やかでシャープな音色を持っているので、AS16 Pro と音色は全く異なるぞ。そして、メーカーを超えたライバル、TRN-BA8。現在も売り出されている、AS16 Pro 最大の競合モデルだと思うんだけど、TRN の BA イヤホンは、高音域の方の緻密さの方に重点があるように思う。中音域以下の厚みが強い、AS16 Pro とはやっぱり音が違う。AS16 系が低価格 BA モデルの中でやっぱり異色な点が再確認された印象だ。というわけで、AS16 Pro は、AS16 になかった、KZ っぽさと、高音域の伸び、空間、サブベースを獲得したイヤホンで、AS16 に比べて、KZ ファンが求めていた要素を持ったイヤホンとなっている。ハイブリッドモデルの ZAS に近いうま味を持っている仕上がりのイヤホンで、KZ 系っぽい高音域の伸びやかさと、KZ らしくない、中音域の分厚さを好ましく思うイヤホンだった。AS16 の初代モデルより、明らかに多くの人が好む音色に方向を修正してるので、AS16 に高音の伸びやかさがあれば、と考えていた人にこそ、4年越しの修正回答、ぜひ受け取ってほしい一台だな。逆に、もっと高音が伸びやかなモデルを欲しているなら、KZ、CCA 系なら、CCA-CS16 が、TRN 系なら、TRN-BA8 などのライバルが存在する。このイヤホンが、BA8 台を重ねた分厚い音色、というイメージを崩さない、イヤホンである一方で、より高音の突き抜けるような BA イヤホンもライバルに並んでることを意識すると、良い選択ができそうだぞ。何はともあれ、僕にとっては、AS16 に足りなかった何かを補いつつ、
AS16 の良さを残した、そんな良いイヤホンに感じる、KZ っぽさと AS16 の異色さの両方の中間を見つけたようなイヤホンだ。おすすめだぞ。と、こんなところだな。正直、初めて情報を見た時は、もしかしてフェイスプレートしか変わらなくて音は差がないのではと思ってたんだけど、やっぱり4年間の歳月は長かったな。一番面白かったのが、AS16 と AS16 Pro に、共通の AS16 Pro 付属のケーブルを使うと、一見音は近くなるんだけど、ボーカルの部分の粗さが、AS16 にだけ現れて、耳障りな中高音が発生するところだった。KZ、ちゃんと修正してるんだな。といったところで今回はここまで、新商品ラッシュはまだまだ続くぞ。